皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は10月金秋歌舞伎座初日に来ました。昼夜これから見ます。そして今日もランキング皆さんにお届けします。1位から3位をお届けします。いやー楽しみですね。それでは行ってみましょう。レッツゴー。これから今月歌舞伎座のランキングを発表します。私のランキングあくまでも個人のランキングで一幕見席を見る方のために作っていますので、そこはご了解ください。見方は右側な面もあります。私のドーパミンが上がるか、そして私がもう一回一幕見席で見たいかという基準を参考にして作ってます。2の方はそれぞれまた違う意見があると思います。それではランキングに行ってみましょう。それでは今月の1位から3位を発表したいと思います。第3位、音に聞く蘇我の彩りです。今音に聞く蘇我の彩りが終わりました。いやー完全に音羽屋の寿蘇我の対面ということでした。それを踊り、長唄の踊りも加えてパーッと華やかに音羽屋さんでやっていました。幕楽と、5人の三味線、5人の長唄、車中、そして、バトンからパッと幕が開くと、そこには、紅葉が美しい舞台でした。いや本当に秋が来たという感じです。でそこに海春さん、美之助さん、橋之助さん、そして左近さんの余命が出て踊ります。華やかな衣装で踊ります。下猥坂の少々をしている左近さん、先月のひな鳥、先月の妹山女定金のひな鳥の時は、かなり、悲惨な役で悲痛な趣でやってましたけど、今月は、明るい役で、可愛らしかったです。素敵でした。そしてその後、蘇我の五郎、十郎、眞秀君と右近さんが出てくる。今回は、菊五郎さんの助経なんで、菊を売る役という形で出てきました。いやー若々しい2人、先月の剣の会でまさに連獅子をやった中です。音羽屋の中でも父親は、歌舞伎役者ではないという2人の、親子というよりこの友情で結びついたいいチームワークでした。そして2人が、踊る。眞秀君さすがに五郎助経に食いかかろうとするんですけど、そこの迫力は、まだこれからかなという気がしました。でも2人で、次々に、踊る。そして、菊五郎さんがよしということで、狩場の許可証切手を渡す。そこに友切丸が見つかりましたということで芝さんが出てくる。芝さんがその踊りで華やかな舞台をキュッと締めた気がします。ということで最後は友切丸も見つかった。そして切手ももらえたということで大団円で終わりました。いや眞秀君最後の見えん時のキリリとした顔が印象的です。目もクリッとして可愛いという感じがしました。ということで本当に明るく華やかに秋を楽しめる音羽屋の作品でした。寿蘇我の対面ならぬ音に聞く蘇我の彩りでした。そして第2位、すごく迷うんですけども第2位は瞬間です。今昼の部1演目目瞬間が終わりました。いやー菊之助さんここまですごいとは、今回瞬間初役ということですけども見応えありました。正直言って見る前は、先月歌舞伎座で雪舟合法が通じ玉で美しく気高い役をやってました。菊之助さんには美しい役をやり続けてほしいと思って
っていたんですけども、瞬間すごかった。おーいおーいという言葉が耳に残ります。すごい。瞬間、実は7月に本物の機械ヶ島、鹿児島県の機械ヶ島で文楽で若太夫師匠、そして人形は玉尾さんで見ました。実は島は、南国なんで意外と豊かだった。で、果物もあるし、周り海で魚も取れるし、十分生きていけるという島だというのを感じました。でもその島に、平家追悼の画策をして、流された3人、瞬間が首謀者だったんで、最後まで、島に残される、帰れると思ったけど、仲間の少女の奥さんとなった、女房となった千鳥を救うために、最後は敵の瀬能を殺して、その罪で自分で残る。驚いたのは、その前に瀬能と瞬間、菊之助さんが、刀で戦うシーンです。先日実はサムライタイムスリッパーという映画を見ました。自主制作映画ですけども、1巻から130巻に広がっている話題の映画です。いや、チャンバラのシーンがたくさんあります。未来から来て切られ役になった男、主人公、最後は真剣で敵役と戦います。いや、その真剣の戦いのシーン、すごいチャンバラがすごかったんですけども、今日の菊之助さんのこの刀の戦いも驚きました。いや、目、そしてはぁとこの肩で息を吸う本気の目、いや、すごかったです。菊之助さんのこの刀を使った切られる、非常に見るの珍しいと思いますけども、いや、その迫力素晴らしいと思いました。おーいおーいと叫びながら船を見送る。最後は岩に登って松に捕まる。松がポキッと折れる、ガクッとくる。それでも無の表情と敵と、そして友人の女房に対する父親役を見事果たしたという笑みと、混ざった仏のような顔をして終わりました。ということで、想像を超える菊之助さん、これは吉右衛門さんに対するオマージュでしょうか。いやー、昼の一右衛門上から素晴らしかったです。まさに人間がボロボロになりながら自分の生き方を全うする。妻の敵を討つ、そして仲間の嫁を助ける。いやー、すごい瞬間でした。いや、さすが菊之助さんのもう迫真の熱演でした。そして栄えある第1位は源氏物語です。おめでとうございます。今源氏物語が終わりました。我らの幸せは誰にも渡さんと言ってハッピーエンドに終わったんですけども、今まで見た歌舞伎の中で一番怖い歌舞伎だったかもしれません。今回初演の新作源氏物語ですけども、玉三郎さん怖かった。いやー、見ていてゾッとしました。六条の宮安子どころが玉三郎さんです。そして光源氏を染五郎さんがやってます。そして葵の上は時蔵さんです。いやー、舞台本当にモダンな舞台作りでうまく回り舞台を使ってました。まず最初、うまく満月と桜のどんちょうを使ってます。そのどんちょうが上がる、そして見やすどころが出てく。でも気分が優れてない。でもその後、私は日陰者だと、なんで上様、これは光源氏ですけど来てくれないんだと。でそこに光源氏が来てくれる。
嬉しい光源氏、一緒に庭を散歩しようと、緑が好きだと、そして連れ舞いをしようと言います。2人で舞う。でもそこで私は日陰者だとよいよと六条の目安どころ泣き崩れます。そして祭りの時に牛舎が葵の上の牛舎に負けたことで、それを無視したこと、いろんな苦情を言います。3ヶ月も来てくれなかったと。いやー、この時の起こる光源氏の染五郎さんのクールさ、やっぱりアランドロンに似てると言います。クールさ、素晴らしいイケメンぶりですけども、とする。でもたまにこの眉毛ところを動かして表情を作ります。でその後葵の上が誰かに取りつかれているということで祈祷を一生懸命焚きます。そしてそれは香りをつけるためにケシの花を祈祷に混ぜる。そうすると六条の目安どころの着物にその匂いがつく。いやー、だんだん六条の目安どころが狂っていくんですね。そして怒って連れ舞いの後の喧嘩の後、もう会わんと言って光源氏が出てく。そこでまた場面転換があって葵の上のとこになります。子供が生まれる、長男が生まれる、お父さん喜ぶ。でそこに光源氏が来る。その後です。光源氏が母と子、葵の上と子供を置いて、お客さんを迎えに行った時、後ろからなんと玉三郎さんが白い顔にこの青い熊取を薄くして迫ってきます。徐々に着物、打ち掛けを広げます。そして葵の上を襲いかかるという、いやー、その時本当にホラー映画を見てるのかと思うほど、ブルルという怖さがありました。でも結局光源氏が守ります。自分は夫として父親として守るという毅然とした姿で終わりましたということで、ハッピーエンドでした。この筋書きに実は書いてあったんですけども、この光源氏をやるにあたって染五郎さん、誰を参考にしたと思います？なんと沢田研二が以前やった1980年にやった、テレビドラマの光源氏も参考にしたそうです。幅広いですね。ということで、予想を上回るというか、この怖さと、でも最後ハッピーエンドで終わると、葵の上なのにという想定外の光源氏でした。いやー、面白かった。玉三郎さんの監修もすごいということで、光源氏、今日の夜の部最終演目光源氏でした。今月歌舞伎の空ランキングいかがでしたでしょうか。ぜひいいねやチャンネル登録してくださると嬉しいです。そして、見た方またはこれから見たい方、ぜひ感想コメント欄にお書きください。そしてよろしければ LINE 公式もやってますんで、週に一遍、必ず歌舞伎や落語の情報をお届けしますんで、ぜひ LINE 公式に登録いただけると嬉しいです。 YouTube の感想、いいね、そして LINE 公式、私の励みになります。いやー、本当に今月特に夜の部はとてもチケットが取りにくいです。ぜひ行きたい方、早めにチケットを取る、または一幕見席もぜひオンラインで予約していかれるといいと思います。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。金秋10月歌舞伎座から初日に出演します。それではまた。